皆さん、こんにちは。まなみです。今回の動画なんですが、現在9点で 20% メガポが開催されておりまして、注目商品をこのようにいただいたので、1点ずつご紹介していきたいと思います。20% メガポについてご説明しますと、クーポンが配布されているので、それを受け取って、マークがついている対象商品を購入すると、そのクーポンで 10% オフになって、さらに後日お届け完了から8日後に10% ポイントで還元されます。なので 10% クーポンで割引されるのと、あと 10% ポイント還元があるのでかなりお得に購入できるんですが、ぜひ気になっていた商品があった方はこの機会に購入していただけたらなと思うんですけど、今回の動画ではいただいた商品を一つずつレビューしていく形にしていきたいと思います。ということでここから一つずつ商品をレビューしていきたいと思います。それでは1つ目をご紹介する前に、髪の毛が邪魔なのでカチューシャをつけておきます。今部分用パックをつけていたので水分が肌に残っている状態なんですけど、これを一度吸収させて、このですね、下地があるはずなんですよ。これですね。これを塗っていきたいと思います。T-FIT のデリケートシルクベールアートプライマーです。まるで加工アプリ肌に毛穴や凹凸をぼかしメイクの持ちを高める化粧下地と書いてあります。確かこれ持ってる気がするんですよね。昔ファンデーションと一緒に買ってレビュー動画は上がっていないと思うんですけど、あると思います。とりあえず開けてお見せしますね。この下地でインフルエンサーの方とかが気に入っているって動画で上げていらっしゃるのを拝見したことがあるので、今回使っているところをお見せしていこうと思います。で、この後ファンデーションも塗るので、それもアップでお見せしていきますね。ということで、まだ少し水分感は残っていますが、塗っていこうと思います。センターはこんな感じで、なんかかっこいいですね。少し香りがあるような気がします。お花かなの香りがします。こんなピンク色の下地なんですけど、77% スキンケア成分配合で24時間1試験低刺激テスト済みと書いてあったりとか、メイクを12時間キープしてくれたりするそうです。ということでアップでお見せしていきます。くるくるしながら塗っていきます。ジメチコンが一番上に入っているのでサラッとする系だと思うんですけど、やっぱり塗った瞬間肌をマットにサラッとしてくれる感じがあります。こちら側は塗っていない方で、こちら側が塗った方です。光に当たった時の毛穴が見えづらい感じが伝わるかなと思います。これを反対側にも塗っていきます。いつもテカりやすい部分には塗ったので、この後ファンデーションを塗っていきますね。次はファンデーションを塗ろうと思ったんですけど、その前にコンシーラーを塗ります。こちらです。開けてみます。ルナのコンシールブレンダーパレット4色。1つのパレットでカバーからカラーコントロールまでオールインワンパレットと書いてあります。サイトを見てみたら4色あるみたいなんですけど、これは01号ですね。私が必要なグリーンカラーとか、あと最近頬のこのへこみがかなり気になるんですけど、こういうへこんでしまっている部分ってピンク色を入れるといいんですって。なので今日は使ってみようと思っているんですけど、まず色味をお見せします。この上のプラスチックのシートにどういう用途で使えるのかっていうのが書いてあって、このグリーンとこちらの赤っぽいカラーがトーンコレクティングと書いてあって、ここのカラーはハイライトとブレンディングと書いてあります。カバーを外すとこのようなカラーで、イエベニュートラルの方におすすめって書いてあります。質感はかなりペタッとしっかりめのコンシーラーのテクスチャーで、こんな感じでパレットで見たよりは明るめのグリーンカラーとか、あとサーモン系のカラー、コンシーラーの明るい色とちょっと暗めのカラーと、あとは薄いピンク、ベビーピンクの明るいトーンコレクティングカラーがあります。それではちょっと気になっているここをこのピンクカラーでどうなるのか塗ってみたいと思います。最近ネットを見ていたら、こういう顔の形のことをピーナッツ型っていうのを初めて知ったんですけど、この頬骨が出てて、ここがへこんでいて、このエラがちょっと出ている感じのことをピーナッツ型って言うんですって。知ったっていうだけなんですけど、それを解消できるようにここにピンク色を塗ってみます。手前の方まで塗った方がいいのかな。で、
ブレンディングはしっかりとできているので、ムラになったりする感じはないです。揺れたりとかもないですね。塗ったんですけど、変わりましたか？影が薄くなったかなっていう感じなんですが、こちら側は塗らないで比較してみようかなと思います。ちょっとアップでお見せしますね。こんな感じでここだけに塗ったんですけど、結構肌の色ムラとかもこの辺りが隠されていて綺麗だなと思うんですが、汚れたりはしていないですよね。綺麗に塗れました。で、あと肌の赤みを隠していきます。このグリーンを塗ります。私はここが一番気になるので、ここにまず塗って、このブラシだけだとちょっとダメかも。スポンジで叩いて、結構しっかりめに隠してくれます。色がしっかり出ますね。グリーンが乗っているのがかなりわかります。このニキビ跡は暗いの塗って、周りをぼかすようにブラシを置いていきます。ザラザラにならなくていいです。よれたら正直にお伝えしようと思っていたんですけど、綺麗です。綺麗に塗れました。結構こういうパレットのコンシーラーって伸ばすのが大変だったりとか、あとムラになることが多くてそんなに好きじゃないんですけど、これ使いやすいですね。でも結構肌が乾燥してきたかもしれません。そういえば日焼け止めは塗っていないんですけど、こちら側だけに塗ります。T フィットの下地をこの日焼け止めを塗った上から重ねた方が良かったと思うんですが、順番が変なんですけど塗っていきます。で、ファンデーションがアヌアのセミグローベールクッション。アヌア初の滑らかな肌を演出してくれる SPF50 プラスクッションファンデーションって書いてあります。PA は3プラスあるみたいです。ちゃんと鏡のシールが剥がしやすくなっていてありがたいですね。かけて塗っていきます。このカラーは02番ライトです。アップでお見せしていきます。私の場合、マットに肌をした上からさらにマットのファンデーションを重ねてしまうと結構汚くなることが多くて、これがグローということで安心をしているんですけど、よれずに乗ってくれたらいいですね。で、確かにすごい軽いです。塗っていても厚塗りにならない感覚があります。カバー力はすごく高くはないですね。みずみずしい仕上がり、ツヤ感でテカテカではないかなっていう感じです。厚塗り感は出ないけどある程度を隠してくれます。肌の赤みとか少ない方だったら全然気にならないかなっていう感じです。こちら側だけに塗ってみました。私は首が黄緑色っぽくて黄身もあるタイプなので、それに比べると白っぽい感じはあるんですけど、でもトーンの明るさとしてはかなり似ているので、このカラー使いやすそうです。もう一度アップでお見せするとこんな感じで、毛穴も結構隠してくれていて、T フィットの下地を塗ってるので、この辺りは結構マットなんですけど、塗っていない部分はツヤっとしていて、このツヤ仕上がりが好きな方は良さそうですね。ちなみに今日10時間つけてみる予定なんですけど、この後また動画を挟みたいと思います。次はこのアイライナーです。シスターアンダブルエフェクトウォータープルーフアイペンシルの04番グラムラテというカラーです。私の好きなタイプですね。しかもスルスル描けるブロンズっぽいカラーでツヤっとしているアイライナーです。シスターにもこういうペンシルあるんですね。かわいいです。カラーチャートはこんな感じで、しかも800円ですし、いいですね。とりあえず、眉毛を描いて、目の下もパウダーをして戻ってこようと思います。眉毛を描いてきました。で、これ、アイシャドウにも使えるなと思って、塗ってみようかなと思います。どうでしょう。ミックスが早そうなので、塗ってすぐ手で伸ばして、すごい可愛いです。こちら側にも塗っていきます。この一色でも可愛いですね。オレンジ味のあるようなブラウン系のカラーで塗ってみました。こんな感じでキラキラしています。目の下にも少し塗って、アイラインとしても使います。
クリーミーな感じで引けるので、とても描きやすいです。手の甲に描いた時は色がすごい乗るのに、目の近くとかだと乗らなかったりすることってありますが、これはそういうのがないので使いやすいです。ブレンディングもしやすくてとても使いやすいですね。すごい気に入りました。下を回すと上から出てきて、こういう感じで出てきて、で、戻せます。あと、この後ろに先を削るものがついているので、尖らせて使うことができます。この色すごい可愛いので皆さんチェックしてみてください。はい、マスカラまでしてきました。アップでお見せします。こんな感じで一色で仕上げたんですけど、すごい時短にもなるので、急いでる朝とか、リッポンでバーって塗って指で伸ばしてしまえば、ちゃんとアイメイクしている感が出ると思います。で、次は、バニラコのデューグローティント。ガラス玉のようにクリアな輝き、プルンとしたうるつや唇を叶えるティントっていうのをいただきました。私、グロスとかが大好きなので、このプルンとしたうるつや唇っていうのを見てテンションが上がるんですけど、とりあえず開けてみます。2つ入っていました。こちらが PK01 番のピンクグアバというカラーで、これはプランパーかなと思うんですけど、おそらくプランパーですね。私アレルギーというか合わない成分があったりすると唇に水疱ができてしまうので、これは母に試してもらおうと思います。これをちょっとさっと塗りますね。甘いシロップのような香りがします。なんか桜のようなピンクカラーで、鮮やかで白身も入ったようなピンクです。今塗っているワセリンを落として塗ってみます。スースーする気がしますが、スースーします。こちらの公式には明るい印象のクールピンクって書いてあるんですけど、唇に塗ると色がかなり濃くなってきました。アップでお見せしますね。青み強めのピンクのカラーがかなり出ています。このツヤ感もすごい可愛くてプルプルな唇になるんですけど、この色気になった方チェックしてみてください。青みのあるピンクで濃い色が欲しい方にぴったりのカラーだと思います。やっぱり結構スースーします。で、これかなり人気の商品だと思うんですけど、フィーのピンクオブセッションステイフィットティント、セミマットセミグローを2つのテクスチャーで楽しむ20色のピンクオブセッションと書いてあります。で、これはマットだそうです。このようなコロンとした可愛い容器になっていて、色が M01 番クリームピンクというカラーです。クリームを一滴混ぜた白身ピーチピンク、ライトスプリングの方向けと書いてあります。かなり明るいカラーです。蛍光カラーっぽい感じがあります。で、さっきのティントはこのぐらい色が残っているんですけど、唇にも残っていますね。この上からになってしまうんですけど、塗ってみようと思います。先に適量だけ取れるので、量が多すぎないのがいいです。なんかすごいスースーするんですけど、これはスースーするタイプなんでしょうか？先ほどのバニラ粉のものがスースーしているのかもしれないんですけど、匂いがお菓子にありそうな香りなんですけど、なんかシロップのようなすごい甘い匂いではないです。美味しそうな匂いですね。確かに塗った後マットになっていきます。で、色残りはこんな感じです。唇をアップでお見せします。サラフォアマットっていう感じで、唇がパサパサになる感じはなくて、縦じわもそこまで気になりません。こういうピンクで白みのあるライトなカラーをお探しの方にはぴったりなカラーじゃないかなって思います。唇に水疱が出ないように予防策として薬をすでに塗ったので、色はついていないんですけれども、このまま進めていきたいと思います。あとスキンケアなんですが、試せていないんですけど、試せるものは今日の夜試してレビューしたいと思います。まずこれが気になるので、こちらをご紹介しますね。チェイシンラビッツのバニーラインスムーザーです。アデノシンを含む肌のシワ改善に効果的。メタルボールが入っていてロールオンタイプでマッサージ効果まで一度にって書いてあります。で、中に入ってるのがこういうちょっと太めかなって感じたんですけど、こういう容器でバニーラインっていうのが鼻筋のシワ、縦のシワとか表情じわのことを言うんですって。ナイアシンアミドとかオイルやプロバイオティクス、茶葉エキスなどが入っていて、それでケアをしてくれるそうです。ここをプッシュして出していくんですけど、オープンとクローズがあるので、回して使っていきます。こんな感じでクリームが出てきます。
やっぱりひんやりしてて気持ちいいですね。しかもなんかクリームだからといってベタつく感じではなくて、こうスルスル塗れるタイプです。匂いはないので使いやすいですね、これ。クリームの油分が多いと、ここの辺りに非粒子っていうんでしょうか。白いプツプツができてしまうんですよ。なんですけど、これなら使いやすそうです。でも、ちょっと乾くと結構しっとりしてくるので、保湿力はあります。次はこちらのアレンシアのプレミアもちソープグリーンです。中に容器とあとスパチュラが入っていました。開けるとこのようなグリーンカラーで、自然由来の原料なので生産時期によってこの商品のカラーが変色することがあるそうです。今冬なのでこんな感じのカラーで、7200回以上練り続けた本物みたいなもちもち感って書いてあるんですけど、ブラックヘッドとか毛穴角質にも良くて、あと皮膚90度人体適応試験完了って書いてあります。緑茶抽出物、スイートアーモンドパウダーとフランス産プレミアムウィッチヘーゼル、ロイヤルローズヒップ果実エキス、米粉などが入っています。米粉が入ってるんですか？米粉が入ってるってすごいですね。本当だ、入ってますね。デイリークレンザーとして使用する場合は100円玉ほど取り、しっかり泡立てて、お餅のようなもっちり質感から柔らかい泡に変わったら洗顔をするといいみたいです。ウォッシュオフパックとしても使用できるそうなんですけど、このもちソープを薄く塗って5分置いて洗い流すとパックができるということで、毛穴とかニキビが気になっている方にいいタイプだそうなので、今日の夜使ってみます。今日の夜はもうスペシャルケアですね。これを使った後にパックもしてみたいんですけど、この黄色の方がバイオダンスのビタナイアシンアミドリアルディープマスク。ナイアシンアミドパイナップル水グルタチオンが入っているトーン決めツヤをケアできるパックということで、貼ってから数時間置いていくと透明になるタイプのシートマスクです。こういうつけてから数時間経つと透明になっていくシートマスクって夜寝る前につけて朝剥がす方が多いと思いますが、私の場合は夜寝る前につけると寝ている間に剥がしてしまうんですよ。なので日中使った方がより長くつけていられるので、そちらの方が効果が出やすいなと思って日中につけることが多いんですが、これもそうしたいので今日の夜使えないんですね。なので動画には入れられなさそうなんですが、使い終わったら概要欄の方に感想を書いておきたいと思います。で、もう一つがこちらのダルバのホワイトトリュフナリッシングトリートメントマスクです。肌に水分を供給し、肌を整えて、ざらついて乾燥の気になる肌を滑らかでツヤのある肌に導きますと書いてあります。私の場合は保湿力が高すぎるとニキビができてしまうので、今日の夜試してみる予定なんですが、明日のお肌の調子もお伝えしようと思います。ビーガン処方で低刺激テスト済みだそうです。5種ヒアルロン酸とホワイトトリュフが配合されているので、肌に必要な水分を与えてくれて250時間保湿持続効果があるって書いてあります。次はこちらです。Perfume 石鹸シャンプーフレッシュフローラルの香りということで、シャンプーだそうです。毒ダミが入っているので抗菌効果があって、頭皮をすっきりさせてトラブル緩和に役立ちます。頭皮の匂いも除去してくれるのと、あと椿オイル、トウゴマオイル、パンテノールが含まれていて、髪にコンディショニング効果を与えますって書いてあります。私固形のシャンプーって初めてなんですけど、ちょっと開けてみますね。フローラル系の香りとアンバーの香りを調合した温かい香りって書いてあります。なんか使ったことがあるような香りです。皮膚低刺激テスト済みで、あと入っていたのが不織布なんですって。環境を考えているブランドということで、さっぱりするのに乾燥しなくて匂いも軽減されたっていう口コミがあります。私は白背皮膚炎があって、ここが特に前側が荒れやすいので、試しながら使ってみようかなと思います。最後はこちらです。
ウェルダーマのナイアシアミド NMN ペプチドアンプル美容液です。ペプチドの糸が目で見えるそうなんですけど、出してみます。見えますか？糸が入っています。塗っても糸が残る感じはあるので顔に残るかもしれませんね。結構とろみのあるタイプで保湿力は高そうです。ナイアシアミドが 10% 配合されているのとペプチドが9種配合されています。ちょっと糸が引くような高保湿なアンプルなので乾燥肌の方に合いそうです。かなりしっかり保湿してくれるので、口コミを見てみたらレチノールを塗った後にこれを塗ると乾燥しないのでいいって書いている方がいらっしゃいました。ということで今回もメガキットの中身をご紹介していきました。ぜひ気になった方は概要欄のリンクからチェックしてみてください。で、私がいただいたメガキットのセットなんですけど、サンプルマーケットっていうところで応募すると100個限定なんですけど当選の可能性があるのでぜひチェックしてみてください。それではここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。